皆さん、こんにちは。機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。最終回である今回は、今までとは少し毛色の異なるグラフの平面描画という話をしていきます。グラフは頂点の集合と辺の集合だけで定義されるものなので、私たちは今までグラフの描画の仕方とか見た目については全く考えずに、例えばどの辺を選ぶべきかとか、どんな順番で頂点を通ればいいのかとか、どの頂点とどの頂点をくっつけてペアにすればいいかとか、そういう、純粋な組み合わせ論の問題を考えてきました。でもグラフはそれ自体が幾何学的な研究の対象でもあって、特に二次元の平面できれいに描くことができる平面的グラフというのは、理論的にも応用上もとても大切です。今日はグラフの平面描画に関するいくつかの定理を紹介して、それが地図の彩色などの面白い問題とどんな風に関わっているのかを解説していきます。グラフの平面描画に関しては、平面的グラフと平面グラフという、非常に紛らわしい2つの概念があるので、それぞれの定義の解説から始めます。まず平面的グラフというのは、うまく描画すればどの辺も交差せずに二次元の平面で表現できるグラフのことです。百聞は一見にしかずということで、どの辺も交差せずに平面に描けるとはどういうことかというのを、こちらのウェブアプリで実演してみたいと思います。このサイトにアクセスすると、こんな風にちょっと雑然としたもつれた感じのグラフがコンピューターのディスプレイという二次元の世界に現れます。これだとグラフのあちこちで辺が交差している上に辺が重なっていたりもするので、どういう図形なのかよく見えないですし、そもそも辺が何本あるグラフなのかもちょっと定かではないですよね。ですから、このもつれをほどいてきれいに描画し直しましょうという、ゲームです。実際このグラフは平面の中で各頂点の位置を動かして、もっと上手に描画してやれば、どの辺も交差することなく二次元の平面上にきれいに表示することができます。こんな風にです。というわけで、このグラフは最初は何が何だかわからない雑然とした形で現れましたけれども、うまく描画すればどの辺も交差せずに平面に描けますので、平面的グラフと言えます。この黄色の図に示したように平面的グラフを実際に辺の交差なく平面に表したものを平面描画と言います。先ほど実演したように平面的グラフでも頂点の位置をちゃんとうまく決めないと平面の中できれいにレイアウトするってことはできません。左の水色の図のように平面描画になっていない描画というのもあるわけです。で、グラフ理論ではグラフを辺の交差なく平面に描くという意味で、グラフを平面に埋め込むという表現をすることが多いんですけれども、グラフを平面に埋め込むというのはどういうことかというと、そもそもグラフというのは頂点の集合と辺の集合のペアとして定義されるもので、別に具体的に絵を描いて目に見える姿を与えなくても、この頂点集合と辺集合を持つグラフをグラフ G と呼びますという要領で、抽象的なグラフを抽象的なままで扱うということも可能なわけですよね。でもやはりグラフの絵を描いたり表示したり、あるいは頭の中で思い描いたりして、グラフを目に見える具体的な形に直して扱いたいということもすごく多いわけです。ですからグラフを平面に描くというのは、目に見えない抽象的な世界にいるグラフを紙とかディスプレイのような二次元の空間に連れ出してきて、元々の抽象的なグラフの情報をそのまま保ちつつ、二次元の平面の中に存在する形を与えてあげるということです。それを指してグラフを平面に埋め込むと言っています。で、今までお見せしてきた平面描画の例はたまたま全部グラフの辺がまっすぐな線分で描かれていたんですけれども、辺が交差しないように平面に描かれていれば何でも平面描画と言えますので、例えばこの一番右の図のように辺の交差を回避するために曲線を使って辺を表しても全く構いません。この3つの図に書かれているグラフは互いに区別されない同型なグラフなんですけれども、グラフではなくてグラフの描画という観点で言うと、各頂点のポジションも辺を表す線の引っ張り方もそれぞれ異なっていて、グラフの絵としては全部違う絵になっていますよね。ですからグラフではなくグラフの描画としては、この3つはそれぞれ別物ということに注意してください。で、今述べた通り、平面描画というのはあくまでもグラフの絵のことであって、グラフではないんですけれども、紛らわしいことにグラフ理論では平面描画のことを平面グラフとあえて呼ぶのが慣例になっています。だから平面的グラフは頂点の集合と辺の集合で定義される通常の意味でのグラフなんですけれども、
平面グラフは便宜上ただグラフと呼ばれているだけで、別にグラフではないということに注意してください。先ほどの埋め込みという言葉を使ってより正確に言うと、平面描画は頂点集合と辺集合だけではなくて、平面における各頂点の具体的な位置と各辺に対応する具体的な線を指定することによって、平面的グラフという、抽象的なものを二次元の平面という見慣れた世界に埋め込んだものです。つまり、グラフと違って平面グラフの頂点というのは平面に固定されているから動かせないですし、辺を表す線分とか曲線の描画もすでに完了しているので、点も線も平面の中にガチガチに埋め込まれて固定されているというわけなんです。というわけで平面グラフ、すなわち平面描画というのは、通常の意味でのグラフというのとはだいぶ異なるものというのがお分かりいただけたかと思います。で、実は平面グラフは皆さんの身近なところにいろいろと潜んでいまして、例えばパソコンやスマートフォンなどの電子機器を分解すると必ず出てくるプリント基板の回路というのは平面グラフの良い例です。プリント基板というのはこの右側の写真にある緑色の薄い板のことです。この薄い板の中にはあらかじめ配線が仕込んであって、左の図にあるように小さい穴があちこちに開いているので、そこに自分が取り付けたい電子部品をつけられるようになっています。で、その板に配線を仕込むというのはどういうことかというと、別に手先が器用な人が頑張って導線を並べているわけではなくて、プリント基板という名前の通り、あたかも回路を印刷するような形で製造されています。だから出来上がった配線の一本一本がケーブルみたいに絶縁体でくるまれたりしていませんので、配線が基板の中で交差してしまうと、流れてほしくないところにまで電流が流れてしまって、回路が正しく動かないというわけなんです。そういうわけで、プリント基板の回路というのは、左の図にあるように、どの線も互いに交差することなく平面上に描かれていて、まさに平面グラフの例になっています。では、平面グラフが何か分かったというところで、今から新しい用語をいくつか導入して定義していきます。それは平面グラフの面とか領域と言われているものです。先ほど述べたように、平面グラフを描いている線というのは、平面の中にがっちりとこのように固定されているんでしたよね。ということは、二次元の平面、どこまでも果てしなく広がる無限の平面の中に、このようにひとたび平面グラフが描かれますと、その描かれた線は無限に広がる二次元の平面というものをいくつかの区域に分割します。このようにグラフを平面に埋め込んだことによって平面に出現する区域のことを面と言います。面のことを領域と呼ぶこともあります。で、この場合平面はこの四角形の領域とそれ以外の領域に分割されてますよね。ですからこの場合は2つの面が現れたことになります。グラフの外側にある無限に果てしなく広がっている領域は外面とか外領域とか無限面とか無限領域といった特別な名前で呼ばれています。外面というのはどんな平面グラフでも必ずただ一つ持っています。外面がないということはないし、外面が2個以上あるということもありません。一方、外面以外の面というのはないこともあります。例えばこのような木の平面描画では、そもそも木というグラフにサイクルがありませんので、平面にどんな風に描いたとしても、平面の中に外面以外の領域が現れることはないんです。というわけで平面グラフによって平面が分割されて生じる一続きの部分のことを面と言って、誘拐でない領域のことを外面という定義が分かったと思います。この平面グラフの場合は、面の個数はご覧のように合計で4個となります。こんな風に実際に描画してそれを見ながら面の個数を数えられるような、その程度の小さなグラフだったらそれでいいんですけれども、そうではなくてもっと大きな平面グラフとか、もっと込み入った平面グラフに対して面の個数を数えたいという状況もあります。すると絵を描いて目で見て数える以外に何かいい方法はないだろうかという疑問が生じますよね。また同じグラフでも描画の仕方はいろいろあるわけで、例えばこの平面描画とこちらの平面描画は異なる描画ですので、この場合はどちらでも面の個数は4個なんですけど、描画の仕方によって面の個数が変わったりしないのかという懸念もあると思います。ところが幸い、グラフを平面にどのように描いても面の個数は変わらないし、しかも面の個数というのはすごく簡単な公式で求めることができるんです。それが有名なオイラーの公式です。連結な平面グラフでは頂点の数マイナス辺の数プラス面の数イコール2が成立するという定理ですよね。同じグラフであれば頂点の数や辺の本数は変わらないので、グラフをどのように平面に描画しても面の数は変わらないことを保証しているとも言えます。
今日はこのオイラーの公式を使っていろんな定理を証明することが本題なので、オイラーの公式自体の証明はほとんど省略をしますが、ご覧のように辺の本数に関する機能法で示すことができます。でそれで連結な平面グラフでの公式が示せれば、それを一般化した連結とは限らないバージョンの公式も簡単に導出できるので、これは書いてある通りですけれども、各自で試みてください。さて、このオイラーの公式を使って平面グラフとか平面的グラフの性質を調べていこうと思いますが、せっかくなのに、その前に少しだけ寄り道をして、このオイラーの公式と全く同じ形の公式であるオイラーの多面体公式についても軽く触れておこうと思います。この頂点の数と辺の数と面の数の間に、こんな関係式がありますよというのを聞いたことがある方は多いと思うんですけれども、おそらくほとんどの方は、グラフ理論の平面グラフという文脈ではなくて、むしろ立体図形、正確には凸多面体と呼ばれるものを扱う文脈で、この公式に親しんできたのではないかと思います。ですから、凸多面体という立体図形と平面グラフとで全く同じ公式が成り立つというのはどういうからくりかと思うかもしれません。実は、凸多面体というのはご覧のようにどこか一つの面に着目してうまく押しつぶして広げてやれば、辺の交差なしで平面に描ける立体図形なんです。この図では正多面体の平面描画だけをちょっと書いてしまったんですけれども、正多面体である必要は全然なくて、どんな凸多面体も平面グラフとして表せます。そういうわけで多面体の頂点数、辺の数、面の数というのが多面体の平面描画にそのまま受け継がれて、多面体で成立するオイラーの公式が多面体の平面描画に対してもそのまま通用して、で、さらに先ほど証明を書いた通り、多面体の平面描画に限らず、実は任意の平面描画に対しても成り立つという具合になっています。ではちょっと寄り道をしましたけれども、オイラーの公式を使って平面に埋め込める平面的グラフというものはどういう性質を持つグラフなのかを見ていきます。まずは平面的グラフのサイズ、辺の本数についてです。なぜ辺の本数の話になるのかというと、頂点に比べて辺の数がすごく多いグラフを平面に埋め込むというのは、例えて言えば1枚の基板に膨大な配線を無理やり詰め込もうとするというちょっと無謀な状況に似ていて、辺の交差なく平面に書くことが、いかにも難しそうなんです。常識的に考えても1枚の基板に収められる配線の本数には限度がありそうですよね。もう少し正確に言うと、ループとか多重辺を持つグラフを許容してしまうと、ループをたくさん付け足すなどによって、辺の本数をいくらでも水増しして増やせてしまうので、ここではそういうグラフは排除して、単純な平面的グラフの辺の本数には上限がありそうだということです。で、実際その見込みは正しくて、単純な平面的グラフにおいて頂点数を n とすると、辺の本数は 3n-6 を超えることができません。だからこの図にあるように、もし与えられたグラフの辺の数が、3n-6、3× 頂点数 -6 をオーバーしていたら、その時点で、これは平面的グラフではないな、と即座にわかるわけです。ただこれは必要十分条件ではないので、このグラフは平面的グラフであるということを示したい場合は、後ほど紹介する別の定理を使うことになるんですけれども、この結果は非常に有用で、今日の授業の中だけでもたびたび出てきますので、3をかけて6を引くというのを見たらピンとくるようにしておいてください。ではこれを証明します。今までの授業の中でやってきた証明と違って、この結果の証明では平面的グラフという、抽象的なグラフの方ではなくって、平面描画ならではの面という言葉を使った議論をしていきます。示したいステートメントでは G はグラフなんですけれども、今回のこの証明の中で G と書いたら、これはグラフではなくてその描画の方だと思ってください。では、G は平面グラフで F 個の面を持つとします。もちろんこの図はあくまでも一例で、G はどんな平面グラフでも構いません。さて、今からこの平面グラフ G の各面の境界を歩いて一巡して、その歩道、ウォークの長さを調べていくという状況を考えていきたいと思います。で、どの面から始めてもいいんですけれども、例えばこの真ん中の面に着目をしますと、赤色の太線が示すように、境界平歩道の長さは5となります。以後同様に、G のすべての面の境界平歩道の長さを調べていきます。ですから、ここも5で、ここも5ですし、ここもここも、いずれの境界平歩道も長さは5ということになりました。で、要注意なのは残された最後の面の境界です。つまりこの緑色の太い線で表した外面と外面以外との境界です。先ほどまではそれぞれの面を縁取る辺の本数を数えているのと同じだったんですけれども、この
緑色の線を見ての通り、面の境界を一巡するためには、同じ頂点とか同じ辺を2回以上通過する場合があるわけです。この証明では面を縁取っている辺の本数を数えているわけではなくて、面の境界を表す閉じた歩道の長さを求めているということに留意してください。というわけで、この例では外面に対する境界平歩道の長さは20となります。これで平面グラフ G のすべての面の境界平歩道の長さが出揃いました。これらを全部足したらいくつになるかと言いますと、すべての面を一巡すると、どの辺もちょうど2回ずつ現れることになりますから、すべてのウォークの長さを足せば、元のグラフの辺の本数の2倍となります。だから長さの相和は m の2倍ですね。この例では長さの相和は50で、確かに25の2倍になっています。ところでもし今回の問題設定と違ってグラフが単純ではなくてループを持つということであれば、ループに沿って一巡する歩道は長さ1ですし、もし多重辺があったら歩道の長さが2になったりすることもあるわけですけれども、今回は単純グラフだという制約があるのでそういうことは起きません。G のどの面も境界平歩道の長さは少なくとも3だということです。よって、境界平歩道の長さの相和を一番小さく見積もった 3×F という値は、実際の相和である 2m 以下になるという不等式が得られます。あとはオイラーの公式を使って F を消去すれば、m は 3n-6 以下と言えます。これで証明終わりです。面とか境界という平面描画ならではの概念を活用した証明だということが感じられたと思います。さて、今証明したこの結果の前提条件をほんの少しだけいじりますと、三角形がないグラフというものに特化したもう少し強い結果を簡単に得ることができます。グラフに三角形が含まれないという縛りをつけただけなんですけれども、この縛りによって平面描画できるグラフのサイズが一層厳しく制限されて、許される辺の本数が 3n-6 本から 2n-4 本まで減ります。例えば二部グラフは奇平路を含まないグラフでしたから、三角形のサイクルというのは当然含みません。ですから、二部グラフだったら辺の本数が 2n-4 を超えているかどうかをチェックして、もし超えていれば平面的グラフではないと即答できることになります。実際 K33 が平面的グラフでないということは、3n-6 の不等式からは確認できないんですけれども、2n-4 の不等式を使えば簡単に確認することができます。というわけで完全グラフ K5 と完全二部グラフ K33 というのは、これらはどう頑張って書いても平面では辺の交差を避けられないグラフだということが位数とサイズだけで分かりました。これからグラフが平面的グラフであるための必要十分条件を与えるクラトフスキーの定理という非常に有名な定理を紹介するんですけれども、それを見る前にまずは平面的ではないグラフっていうのはどういうものがあるかということについていくつかのヒントを整理して述べていきます。まず K5 とか K33 のように平面でもつれをほどけないグラフに対して、さらに追加で新しい辺とか頂点を付け足しても、既存のもつれがほどけるようにはなりませんので、K5 と K33 に限らず、K5 と K33 のいずれかを部分グラフとして含むグラフというのは全て平面に埋め込めないということが想像できますよね。で、さらに言うと、ヒントの2つ目はグラフの細分というのがキーワードになります。一応定義は下に書いておきましたけれども、この図に書いた通り、グラフの細分っていうのは何かというと、要するにグラフの辺を細切れにして作ったグラフのことです。例えば元のグラフ G では頂点 A と頂点 B は直通の辺 AB で結ばれていますけれども、辺 AB の途中に新しい頂点を2つ挿入することで、もともと1本だった辺 AB が3本の辺で構成されるパス AB に置き換わっていますよね。この操作を辺の細分といって、G を細分して作られるグラフは何でも G の細分と呼びます。グラフ G 自身もグラフ G の細分であるということに注意してください。で、重要なことは辺の細分というこの操作によって、グラフは確かに別のグラフに変わるわけなんですけれども、同型ではなくなると言っても、グラフの形は全く変わらないんです。ということは、グラフ G が平面に埋め込めるのであれば、G のどの辺を何回細分しても、全く同じ形で平面に埋め込むことができます。逆にグラフ G の細分 G' というのが平面に埋め込めるなら、切り刻まれた辺をつないで元の辺に戻してやることで、大元のグラフ G も全く同様に平面に埋め込めるはずなんです。というわけで、先ほどは平面に埋め込めない K5 とか K33 そのものが部分グラフとしてグラフのどこかに含まれていたら、それが原因でグラフ全体が平面的ではなくなってしまうと述べたんですが、グラフの細分というヒントを使うと、K5 とか K33 そのものでなくても、
K5 とか K33 の細分があるだけで平面に埋め込めなくなってしまうということが見通せます。で、実はグラフが非平面的になる原因というのは、まさに完全グラフ K5 と完全二部グラフ K33 の細分だけであるというのがクラトフスキーの定理の主張です。これによって平面的なグラフとそうでないグラフは何が違うのかというのが完全に解明されました。つまり K5 の細分や K33 の細分を含んでいるかいないかということです。その後、ホップクロフトとタージャンによって、グラフの平面性を線形時間で判定するアルゴリズムが世界で初めて見出されて、グラフが平面的か否かを実際に高速に判定できるようになりました。さて、判定問題というのはイエスかノーで答えるだけの問題ですけれども、この図のグラフのように平面的グラフではないと判明すればそれで終わりなんですが、現実の世界では平面的ではないと言っても、平面的グラフにそれなりに近いのか、それともだいぶかけ離れているのかというのを数字で評価したい状況というのはよくあります。そういう定量的な評価尺度は、いくつかありますが、今回はあらゆるグラフを平面グラフの重ね合わせの形で表現してみようという発想の尺度を紹介します。グラフを表現するのに何枚の平面描画が必要かという最小の枚数をグラフの厚さと呼びます。これがその非平面性の尺度となります。平面的グラフであればもちろん厚さは1で、そうでなければ2以上の整数値となります。例えばご覧の通り K33 自体はもちろん平面的ではありませんけれども、ところがたった2枚の平面グラフの重ね合わせで表現することができるグラフなんです。ちょっとご覧の通りといっても、斜めからだと見づらいと思うので正面から見ますと、K33 はこれらの2個の平面的グラフに分解されるので、厚さは2ということになります。同様に K5 も厚さは2ということになります。さて、平面的ではないグラフを無理やり平面的グラフの重ね合わせで表現したり、厚さという尺度を考えたりして何の意味があるのかと思うかもしれませんが、この厚さというのは実はとても現実的な意味を持っていまして、ちょうど今日の話の冒頭でプリント基板回路は平面グラフの良い例であるという話をしましたよね。で、実は簡単な回路であれば配線が交差することなく、1枚のプリント基板だけで回路を表現することができるんですけれども、回路が複雑になると1枚の平面グラフでは回路を表現できなくなるということがあって、何枚かの平面グラフの重ね合わせで回路を表現する多層プリント基板というものが広く使われています。だからグラフの厚さというものはまさにこの多層プリント基板の層の数そのものなんです。層の数というのはもちろんコストに直結していて、1層で済むのかとか、2層になってしまうのかとか、3層必要なのかというのはかなり大きな違いなんですね。で、残念ながらグラフの厚さを求める問題というのは、平面性の判定と違って、これは NP 困難でして、効率的なアルゴリズムは見つかっていません。ただし、グラフの厚さを見積もる不等式がいろいろと知られていたり、あるいは特定のグラフのクラスに対する等式が得られていたりします。ここで紹介している最初の2つの不等式というのは、先ほどのオイラーの公式の K である連結単純平面的グラフの辺の数は 3× 頂点数 -6 を超えないとか、三角形がなければ 2× 頂点数 -4 を超えないという、それぞれの結果を使うだけで簡単に証明できるので、演習問題としてもちょうどいいと思うので、各自でちょっとやってみてください。一応証明も載せておきます。地図の彩色に関する4色問題は100年以上にわたる数学の有名な未解決問題でした。そこで問われている内容自体は至ってシンプルで、隣り合う領域が同じ色にならないように地図の各領域を塗り分けるには4色で十分かというものです。この4色問題という魅力的な問題は、実はもともとは19世紀半ばにフランシス・ガスリーという学生が実際にイギリスの地図が4色で塗り分けられることを偶然見つけて生まれた問題です。ガスリーは兄弟揃ってドモルガンの下で数学を学んだ人で、ガスリーがこの問題を提起したところ、ドモルガン自身もこの問題に大いに興味を持って、やがて世界に広まってたくさんの数学者の注目を集める有名な問題になりました。それ以来100年以上にわたって数学の未解決問題であり続けてきましたが、ついに1977年にアッペルとハーケンによってガスリーの予想が正しいことが証明されて、今日では4色問題ではなく4色定理と呼ばれるようになりました。ただ、アッペルとハーケンが与えたのは、人間が書いた数学的な証明ではなくて、計算機応用証明と言われるコンピューターを用いた証明です。彼らは人間が確認できないような膨大な場合分けをコンピューターで調べ上げるためのアルゴリズムを考えて、
大掛かりな計算機を使ってそれを実行することで予想の真偽を検証したということです。というわけで正しいことは分かったので、定理としては確立されたんですけれども、計算機を使わない証明、人間が読める数学的な証明、どうして4色で十分なのか納得できるような証明というのは未だになくて、そういう証明があるのは5色定理までというのが現状です。今日の残り時間ではその5色定理の証明を解説したいと思います。まずは先ほど直感的に述べた地図の彩色という問題をもう少し正確に記述して、地図の塗り分けの問題をグラフ理論の言葉に翻訳していきます。まずそもそもここで言う地図というのは、平面を複数の一続きの部分領域に分割するものと考えてください。ですので必ずしも世界地図とか日本地図のような現実的な地図でなくてもよくて、むしろ塗り絵ができるものといった方が紛れがないように思います。では、地図の中で隣接している領域というのは何かというと、これは同じ地図の中で境界線を共有している領域と定義します。例えばこの領域とこの領域は紫色の太線が両者の境界線になっているので隣接しています。この領域とこの領域も同様に隣接していて、この領域とこの領域も隣接しています。こういう隣接しているところは異なる色で塗らないといけないわけです。一方で、この2つの領域は境界線を共有していないので隣接していませんから、これらには同じ色を割り当てて構いません。ここでは両方とも赤い色で塗っています。ちょっと注意が必要なのはこういうケースです。ご覧の通り2つの領域は1点だけで接していて、境界線を共有している状態にはなっていません。そのため、これらの領域は隣接していない。したがって同じ色を割り当てて構わないと考えます。さて、今、地図と地図の領域と隣接領域という言葉の定義をしました。これを使うと、地図の彩色問題をグラフ理論の言葉で言い換えることができます。なぜなら、地図の各領域を頂点として、隣接する領域同士を辺で結ぶと、任意の地図は単純平面グラフに変換できて、その逆の操作によって任意の単純平面グラフをそれに対応する地図に変換することもできるからです。つまり、地図と単純平面グラフにはご覧のような対応関係があって、したがって隣接領域が同じ色にならないように地図の領域をいくつかの色で塗り分けるという問題と、隣接頂点が同じ色にならないように単純平面グラフの頂点をいくつかの色で塗り分けるという問題は等価であるということになります。念のため補足すると、グラフの平面描画の方で頂点がうまく塗り分けできるなら、描画する前の抽象的なグラフの方でも同様に色の割り当てが可能なので、単純平面グラフではなく、単純平面的グラフの頂点彩色といっても等価な問題ということになります。今回の私たちのゴールは5色定理の証明ですが、この証明はとても簡単に示せるけれども本質的に重要な6色定理というものの証明に基づくものです。なので、まずは6色定理の証明を見ていきましょう。証明のポイントは次の補題です。これは単純平面的グラフには次数5以下の頂点が必ずあるというものです。この図に書かれているグラフだと、それに該当するのは、例えば赤い丸をつけたこの次数4の頂点とか、こちらの次数が5の頂点などがあります。で、次数が小さい頂点があると、地図の彩色をしたい人にとって何が嬉しいのかと言いますと、あんまり他の頂点と隣接していない頂点、あんまり他の国と隣接していない国というのは、他の頂点の色の割り当てにあんまり縛られないで、割と自由にカラーリングできるわけですから、都合のいい扱いやすい頂点ということになります。そういう頂点がどんな単純平面的グラフにも必ず一つはあるということをこの補題は保証してくれています。で、この補題を示すには、この講義の前半に出てきた位数が3以上の連結単純平面的グラフでは、辺の本数 m は 3n-6 以下であるという不等式を使います。この不等式が成立するための前提条件と合わせるために、位数が3以上で連結という過程を勝手に追加しても問題ありません。位数が2以下の時は補題の主張は自明ですし、連結グラフで正しいと言えれば、非連結でも各連結成分の中に次数5以下の頂点があると言えるので、連結の時だけ考えれば十分です。そしたら、あとは配理法です。どの頂点も次数が6以上であると仮定して、次数の総和、すなわち握手補題より辺の本数をダブルカウントしたものというのを下から評価する不等式を作ります。すると、オイラーの公式の形の不等式と矛盾することになります。これで証明終わりです。
で、この補題を使えば、6色定理は機能法で直ちに証明することができます。位数が n-1 の任意の単純平面グラフが6色で塗り分けられると仮定して、位数が n の単純平面グラフ G が6色で塗り分けられるということを示します。前の補題より G には次数が5以下の頂点がありますので、そのうちの一つを V として、グラフ G から V を一旦除去します。それによってグラフの位数が n から n-1 に下がりますので、機能法の仮定よりこの残っているグラフは6色で塗り分けることができます。そしたら V と V に接続していた辺を復元してやって、V に隣接する頂点に使われていない色を V に割り当ててやれば、グラフ全体を6色で塗り分けることができるわけです。これで6色定理の証明は終わりです。で、5色定理の証明も実は途中までは全く同じです。位数が n-1 の場合に5色で塗り分けられると仮定して、位数が n でも5色で塗り分けられることを示します。で、次数が5以下の頂点 V をグラフ G から除去して、V 以外の頂点たちを5色で塗り分けてから V を復活させるわけです。ただし、今回は5色しか使えないので、先ほどと違って困る状況があります。それはどういう場合かというと、グラフに次数が4以下の頂点がなくて、次数がちょうど5であるような頂点 V しか選べない。で、しかも V に隣接する頂点たちは全部違う色でカラーリングされていて、V を戻してやったら使える色がもう一つも残っていないという状況です。そこで頂点 V はまだ戻さないことにして、V に隣接する V を取り囲む5点のうち、どれかとどれかが同じ色になるように彩色の修正をして、頂点 V に割り当て可能な色を確保する方法というのを考えていきます。まずどれとどれを同じ色に揃えるかですが、例えばこの図の黄色の頂点を黒にしてしまうと、当然黒の頂点が隣り合ってしまいますので、G-V において隣接していない点のペアを選んで、片方の色をもう一方の色に揃えるというアプローチをします。G-V において隣接していない頂点のペアは、この5点の中に必ず存在しますよね。なぜなら、もしこの5点がすべて互いに隣接していたら、平面に埋め込めないはずの完全グラフ計5が部分グラフとして含まれることになってしまうからです。というわけで、例えば赤の頂点と黒の頂点のような隣接していないペアを選んで、便宜的に1番と2番と名付けます。1番の頂点を赤から黒に変更して、頂点 V に赤色を割り当てるということを試みていきます。そこで G-V の頂点のうち、赤の頂点と黒の頂点だけに注目して、で今この図でオレンジ色でハイライトしているような赤の頂点、黒の頂点および赤と黒を結ぶ辺だけからなる G-V の部分グラフを作ります。この図では分かりやすくするために V に隣接していなくって赤でも黒でもない別の色が割り当てられている頂点を灰色で表しています。すると赤と黒だけで作られる G-V の部分グラフというのは、まさにこの図のように1番の頂点と2番の頂点が異なる連結成分に属す場合というのと、そうでない場合の2つのケースがあり得ます。前者の場合、この図のように1番と2番が異なる連結成分に属す場合というのは話は簡単で、単に1番が属している連結成分の中で黒と赤の色の割り当てをひっくり返してやれば1番の頂点が黒に変わって頂点 V に赤色を割り当てることができるようになります。連結成分の外の頂点は赤でも黒でもありませんので、連結成分の中の頂点が赤だろうと黒だろうと影響を受けないわけなんです。だから色をひっくり返しても構わないということです。もちろん2番の連結成分の方に着目をして、2番を赤に変えて頂点 V には黒を割り当てるということも可能です。ところがこれと違って1番と2番が同じ連結成分に属してしまっている場合、つまり1番と2番が赤と黒が交互に並ぶパスで結ばれている場合と言えますが、この時は赤と黒の割り当てをひっくり返したとしても、1番が黒になって2番が赤になるだけで、パレットに色が増えるということはありません。そういう時は頂点 V に赤とか黒を割り当てるのは諦めて、残された黄色と青と紫の頂点の中から、今と同様に隣接していないペアを選んで、ペアの色を揃えることによって別の色を V に割り当てることを試みます。で、ここでは、青と黄色のペアを選んで3番と4番と名付けて、3番を黄色にするということを目指していきます。
先ほどと全く同様に青と黄色だけで構成された G-V の部分グラフを作ります。先ほどと同じく3番と4番が別々の連結成分に属しているとすれば、3番が属す連結成分の中で青と黄色をひっくり返せば V に青を割り当てられるようになるので、これで彩色が完成します。問題はここで再びまた G-V において3番と4番の頂点が青と黄色が交互に並ぶパスで結ばれているというのが起こり得るかどうかですが、幸いそれはありえません。今私たちが議論している G-V というのは抽象的なグラフではなくて、平面グラフ、平面描画、平面への埋め込みですので、描画の仕方はいろいろありますけれども、描画されてしまったら、これらの頂点とか辺たちは平面に固定されていて動けないんでしたよね。ですからそれを使えば、今は G-V にはもう頂点 V がありませんから、3から4に到達するのに頂点 V を経由することはできませんので、別の方向から4番に近づくということになりますけれども、平面に五角形が描かれていて、五角形の中で隣接していない点のペアが2組あって、で、五角形の内側の領域はもう通れないということになっているとき、それぞれのペアを結ぶ2本の曲線っていうのは必ずどこかで交わりますよね。ですから3番から4番に到達するパスは1番と2番を結ぶパスとどこかで交わらざるを得ません。これは最初に構成したパスが黒と赤だけで作られているということに矛盾します。よって、最初に選んだペアを同じ色にできなかったとすれば、むしろ次に選ぶペアというのは必ず同じ色にできることが保証されて、いずれにしても頂点 V に割り当てる色を一つひねり出すことができるんです。これで単純平面グラフ G の5色を使った頂点彩色が完成します。ちょっと図を使ってざっと説明しましたけれども、これで証明終わりです。というわけで、5色定理の証明では、2色が交互に現れるパスを考えるという、ケンペのアイデアがとても役立っていますけれども、結局5色と6色との両方で本質的だったのは、単純平面グラフには次数が5以下の頂点があるという補題だったということになります。もしも仮に単純平面グラフには次数が4以下の頂点があるというのが正しければ、今のと全く同じ方法で4色定理も証明できることになりますが、実はすでに今日の講義の前半で紹介した多面体の平面描画の中にそれに対する判例があります。だから少なくとも全く同じやり方では証明できないということはすぐにわかると思います。というわけで今日はグラフを平面に描く、平面に埋め込むことにまつわるいろいろな結果を紹介しました。平面だけでなく、例えばトーラスなどの曲面にグラフを埋め込むというのも、数学的にはたくさんの研究が行われている分野です。今回取り上げた話題は、参考書として挙げたウィルソンのグラフ理論入門でほとんどカバーされていますので、手元にある方は参照してみてください。それでは以上で離散数学入門の講義をすべて終わります。